はいどうも、ホルモン島田チャンネルのぶっちゃ島田です。熟成させるためには余分な水分は腐る原因となる。ならその余分な水分を吸い取ればより肉自体は美味しく熟成されて完成されるはず。ということで今日は寒天を使って熟成肉を作ります。それでは早速やっていきましょう。今日はこちらの寒天を使って熟成肉を作ります。今まで色々試しましたが、水分が多かったりすると状態が悪くなりやすかったです。なので今回は寒天を使うことで、寒天が余分な水分を吸ってくれ、効率的に肉を熟成できると考えました。寒天とは天草科の海藻のことです。この海藻を煮て固めたものがところてんです。夏になるとところてんが食べたくなるんですよね。ところてんに酢醤油と七味をかけて食べるのが好きです。以前何かの記事で関西では黒蜜をかけて食べると書いてあってびっくりした覚えがあります。地域によって食べ方が変わるって面白いですよね。皆さんの地域はところてんはどんな風に食べますか？そのところてんを凍結乾燥させて水分を取り除いたものが寒天です。こんにゃくは 1g あたり 40g の水分を吸いますが、寒天はなんと 100g も水分を吸うそうです。この粉が水分を吸うなんて不思議ですよね。ちなみに似たようなものでゼラチンがありますが、ゼラチンは動物の骨や皮などに含まれるコラーゲンというタンパク質から作られたものです。寒天は 100g あたり 3kcal とかなりカロリーが低いのも特徴です。ところてんみたいな味がします。当たり前の感想ですいません。食物繊維が豊富なので腸内環境を整えてくれます。ダイエット向きな食材と言えますね。それではいつも通りバットに網と布巾を敷いて、その上に寒天を敷きます。今回はこのランプ部分を使います。お肉を置いて寒天でコーティングしていきます。あとは冷蔵庫に入れて1ヶ月待ちましょう。1ヶ月経ったので早速取り出してみます。寒天が水分を吸って膨らんでいるかもしれませんね。あれ？おかしいな。そこまで変化がありません。思っていた予定と違います。なんというミス。今改めて調べてみると、寒天は加熱することで水分を吸うそうです。この常温の粉の状態では水分を吸わないんですね。自分の知識不足です。何気なく寒天を使う時に水で温めているのも溶けやすくするためではなく、寒天を使えるようにするための作業だったんですね。勉強になりました。寒天の粉は通常の状態のままですね。逆にここまで水分を吸わないのも不思議です。カットしてみると思ったより中は綺麗です。周りをトリミングして何もしていない同じブランド産地の同じ部位のお肉と比べてみましょう。少し寒天熟成の方が水分が減った感じはありますね。焼いている感じは特に変わった匂いなどはしません。焼けたのでカットして早速食べてみましょう。いただきます。今日は能登の里山サイダー青の雫を飲んでみましょう。能登町は北陸最大級のブルーベリーの産地です。その能登町で採れたブルーベリーの果汁を一部使用した地サイダーです。最近地サイダーも色々あるので旅行ついでに買って帰るのも楽しいですよね。甘酸っぱいブルーベリーの爽やかさがあり、すっきりとした喉越しです。昔からそうですけど、ブルーベリー系のジュースとかお菓子って再現度高いですよね。実は北陸新幹線をまだ使ったことないので石川へ旅行もしたいです。それでは寒天熟成肉食べてみましょう。まずは何もしていないお肉から食べてみます。いつも通りジューシーで美味しいです。赤身の部位なのでさっぱりと食べられます。それでは寒天熟成肉です。失敗かと思ったけど、むしろ通常のお肉より噛むごとに旨味を感じます。表面がしっかりとコーティングされていて、余分な水分が肉から出ないで、なおかつ空気と遮断されたことが吉と出ましたかね。でも場所によってところてん感を感じるような感じないような、何もしていないお肉の方が美味しいのかな。場所によっては噛むごとに美味しいんですよね。なんだろうな。皆さんも料理するときはしっかりと調べてから使うようにしましょう。今日も美味しかったです。ごちそうさまでした。はい、本日の動画は以上です。
最後までご視聴ありがとうございます。寒天熟成肉いかがでしたか？ところてんが食べたくなったので今日は買って帰ります。自分たちは群馬県前橋市と高崎市でホルモン島田というホルモン屋をやっています。Twitter、インスタ、Facebook などでも塩やタレの販売の情報やお店の情報を発信しているので、よかったらフォローよろしくお願いします。群馬には美味しいお肉を食べられるお店がたくさんあるので、もし群馬に来た際はいろいろ探してみてください。この動画がいいなと思いましたらチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。